皆さん、こんにちは。スティーブテキ店のスティーブです。1993年に、戻りましょう。その時、私はもう大学卒業して、日本に初めて、その時から社会人として、仕事しに日本に、行きました。一生忘れられないような経験がもちろんたくさんある中では一つ、すごい頭に残ってるの一つあります。銀座の、コージーコーナー。美味しいんですよね。すごい美味しいところなんですが、当時、営業の部長さんと、多分営業の回って帰る前に、スティーブよ、美味しいケーキ屋があるんだけどな、行かないって、行きたいですねって。その時言って、小さなテーブルで二人で座ってコーヒーと、ケーキを食べさせていただきました。その時メニューを除いて、はっきり記憶にあるのは、なぜこんなにケーキとコーヒーが高いのって部長に聞いてみました。お前はさ、このテーブル、ただこのぐらい小さなテーブルだったんですよ。二人用の狭い小さなテーブルで。このぐらいの不動産、銀座4丁目だったのかな、たった一坪の、不動産っていうのはいくらだと思うって。いや、わかんないんですがって、1億円だよ !100 万ドルで1ミリオンだよって言われたら、その時納得しました。あ、なるほどね。場所がこんなに高いところだからこそ、値段も高くないとやっていけないなと思った30年前の日本。早送りしましょう。30年後、今となって、日本は世界一高いところから世界一番リーズナブルじゃないかって。いいものを安く食べられる。いいもの、品質のいいものを安く買い物できる。そして美味しいものをたくさん安く食べられるというイメージが本当にもう180度変わったんですね。最近、この何年か前から、アメリカに住みながら日本に行ったり来たりするの中で、アメリカと日本の立場が真逆になりましたよね。180度変わったっていうことを感じるようになりました。もともとすごい安いアメリカは、どんどん高くなる。もともと高い日本は、物価がどんどん安くなった。いくつかの例を、さっきのコーヒーの話は昔の話なんで印象的だったって私には。でも最近、この数年前から今現在、どんだけアメリカと日本の値段が違うのかということをちょっといろいろ調べました。わかりやすい例がいくつか、まとめてみました。マクドナルド。英語だったらマクドナルドの値段から、いきましょう。ビッグマックセットですよね。たまに食べると美味しいんですよね。ビッグマックセットは日本は、690円ですよね。アメリカの場合は同じビッグマックセットは9ドル49セント。今の140円のレートで換算すると1329円ですよ。Oh, ビッグマックセットで1329円の価値があるのか。アメリカはそれはもう普通の値段です。次分かりやすい例があります。吉野家牛丼。自分の大好きな牛丼。吉野家さんは、もちろん日本発祥なんですが、アメリカにも吉野家はたくさんあります。人気です。ビーフボールが牛丼の並セット。ところで日本に行くたびに必ず牛丼食べます。大好きです。並で足りないので大盛りなんですが、牛丼の並の単品で日本だったら426円ですよね。大盛りはちなみに613円です。アメリカの場合、レギュラー、普通の並サイズ、7ドル79、1090円になりますよね、計算すると。そして大盛りになると8ドル79セント。8ドル79セントは1230円ですよ。普通の単品の大盛りの牛丼大盛りで1230円って考えられますか？それはアメリカではそれ普通の値段です。サブウェイサンドイッチ屋さんありますよね。サブウェイのサンドイッチ屋さん。
ローストビーフサンド。スティーブはアメリカのサイズの方が大きいんじゃないかと。確かに少しものによってはその違いもあるんだろうと思うんですが、サブウェイサンドイッチはフットロングと、そしてその半分のレギュラーサイズはアメリカと日本は同じだと思います。日本の場合、ローストビーフサンドのレギュラーサイズ590円です。同じものアメリカだったら6ドル99セント。979円ですね。979円でレギュラーサイズ。誰も、俺でもそれで済まないのでフットロングでいきますよね。日本は1070円。安いものではないと思いますよ。日本人の感覚から言っても。しかしアメリカの場合は10ドル29セント。1440円になります。たった一つのフットロングのローストビーフサンドですよ。高いですよ、アメリカは。食べ物だけじゃないんですよ。食べ物だけじゃなくて、ホテルとか泊まる場所、宿泊費、宿泊料というんですか。日本は非常に安いです。30年前は高かったと思います。しかし、本当にこのもう10年、十何年前からアメリカと比べられないです。これはもう全国的に一泊平均は日本円の場合は6000円から1万円の間の平均の一晩の宿泊料になります。アメリカはびっくりしないでください。一泊の平均、これ2021年のデータなんですが、194ドル。194ドルというのは27,160円の計算になります。一泊ですよ。別にレゾートとかっていう話ではないんです。普通の、ビジネスホテルって日本みたいにはね、アメリカには同じようなものはないかもしれないんだけど、あの辺の普通にビジネスのために泊まるホテルは平均だったら27,160円。考えられないんですよね。それと、一つ言えるのは、同じ6000円から1万円の間と、27,000円台のアメリカのサービスと比べると、もう月とスポン。安い方が、ダメっていうことじゃなくて逆ですよ。日本のビジネスホテルの素晴らしさ、綺麗さ、そして中のある設備とか、レストランとかもあると、こんなに安く。逆に考えると、6000円というのは30ドル台、今40ドル台のことなんですよね。多分40何ドル。アメリカではどこにも泊まることはできないですよね。その値段で。あったとしても、ネズミとか、ドブネズミとか、ゴキブリがもちろん一緒に同じ部屋に、泊まっていることが間違いないことになります。ジョークじゃないです。アメリカンジョークに聞こえるかもしれないジョークではありません。ラーメン。日本はね、ラーメンと考えるとファストフードですよね。安くないとラーメンは日本では売れない。もちろんラーメンというのは日本から来た、アメリカに来たものとして、輸入品として気持ちプレミアがついても、仕方ないという部分はあるかもしれないんだけど、驚かないでくださいね。もうラーメン多分この値段だったらもうラーメン2度も食べないという方も出てくると思うんですが、日本の平均は623円です。今の140円台の計算からいくと、アメリカの場合は約2000円から2100円の平均になります。一つのラーメンは2000円台になったらどうするんですか？食べるんですか？ラーメンを。食べにくくなるんですよね。でもアメリカでラーメン食べたいなら15ドル前後の値段の設定が普通になっています。スタバのコーヒーは好きな人が多いと思いますよね。アメリカ人も朝から並ぶ。スタバじゃないとこの一日頑張ってやっていけないっていう人もフラペチーノとカラメルとチョコレートモカのコーナーだって普通のコーヒーとドリップコーヒーの値段を比べましょう。日本とアメリカは。日本のドリップコーヒー、スタバだったら350円から480円。サイズによってはその違いだと思うんですが、アメリカの場合は、多分サイズの違いがもちろんアメリカと日本はカップのサイズにもあるんだけれども、アメリカの場合はドリップコーヒーは2ドル59セント。362円の計算になります。あんまり変わらないところですよね。出てきたんですよね。スタバだからかわかんないんですが、コーヒーはちなみに日本の値段が少しアメリカより平均はちょっと高いんですが、日本のコーヒーも美味しいんですよね。スタバといえば
フリー Wi-Fi があるんですよね。日本はアメリカと比べて安全な国かもしれないんですが、ネットの世界に入っちゃうと違いますよ。誰に見られてるのか、サイレントインベージョンっていうのもあります。見られてるか、情報取られてるのかなども分かんないうちに、もう自分の全てがパッと持っていかれる。そういうことがあるからこそ、サーフシャークの VPN を推薦します。バーチャルプライベートネットワーク。というのは、自分の携帯電話とそのネットワーク、フリーで乗っかったネットワークの間に入るセキュリティのことです。この危ない世の中だからこそ、今日自分のデータの安全を確保しませんか？もう一つの大きな特徴があります。国によって見れない番組とか見れないウェブサイトとかもあります。たったワンクリックで日本にいるよっていうことがもう認識されるようになることです。アメリカにいるから見れないものとか見れるようになります。下の説明欄にリンクと POB のディスカウントコードがあります。一つだけのサブスクリプションで全てのデバイスの保護も可能です。そして最初の30日間は 100% 返金保証。安心してお試しください。やっぱり一人一人のプライバシーより大事なことはないと思います。自分たちを守りましょうね。いつの間にかこの30年で本当に世界一高いところから世界一安いと言えないかもしれないんだけど、リーズナブル。このぐらいの値段で、このぐらいのものを求める、ことができるということはすごくいいことだなと思うんですが、円安にもいろんな問題もあることももちろん別の話になると思うんですが、また別の問題がいくつかあると思います。いや、でもスティーブ、日本人の給料とアメリカ人の給料の違いもあるんじゃないかって、この背景には確かに、あると思います。30年前と今現在の日本人の、年収が正直にほとんど変わってないですよね。461万円ぐらいは、去年の数字だと思うんですが、本当はもう1990年代から考えるとフラットですよね。伸びてないです。それと比べてアメリカの給料が平均年収が日本より高いです。アメリカの場合は1年間56,310ドル平均として、それを今の円に直すと788万円台になります。日本より確かに平均の給料が高いんですが、先の値段とコストと同じものと比べると倍以上の違いもあったんですよね。だからでアメリカ人はたくさんお金持ってるっていうわけではないんですよね。苦しいです。値段が上昇が非常に厳しい。日本のデフレも違う意味では厳しいと思う。私は専門家ではありません。政治家でもありません。ただ日本とアメリカ両国を大好きなものとしてどうなってるのかなと思いますよね。おかしいです。日本に行きたいですね。10月からオープンになるような話も聞いてるんですが、本当なのでしょうか？行きたくて、今のドル高と円安のこともあるからこそ日本のいいサービスを安くまたエンジョイをさせていただきたいなと本当に心より、思って、おります。スティーブ的視点のチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてグッズ販売も行っております。Amazon と stevepob.jp ウェブサイトは下の説明欄に書いてあるんで、ステッカーとサムズアップステッカー、いい意味ですよね。サムズアップは。ところで、スティーブ的視点の商品はどんなにドルが高くなっても円が安くなってもなるべく値上げをしないように努力しております。それをご理解いただければと思います。苦しいと分かっておりますので、お互いになるべくフェアな値段で、物を提供しておりますので、よかったらステッカーだけでもいかがでしょうか。チェックしてみてください。いろんな苦しい中では笑顔とサムズアップでやっていけばなんとかなるでしょう。また次回までサムズアップでやっていきましょう。よろしくお願いします。失礼します。